今日はお揃いの服でお届けします。イエーイ。はい。はい。いや今回はこのラジオ議題が3つあります。でまず1つ目からはい。いいですか？はい。これは、私の悩みなんですけど、好きなことを仕事にしているか、好きなことをするために仕事をしているのか、どっちですかっていう、どっちの方がいいんですかっていう、最近これについてなんか悩んでて、なんか前まで断然、自分のプライベートのためにするもの、お金を稼ぐだけのもの、仕事はみたいな、土日のために働くタイプ。そう仕事はしんどいものっていう感じでやってきたけど、このままでいいのかな、これっていつまで続くのかなっていう感じで生きてる。ふーちゃんはどう？難しいよね。私は割と今までずっと自分の好きなことを仕事にしてきたタイプ。今までもけどその分なんかお金が伴ってなかったり、そうなんやな、休みがなかったり、休憩時間がなかったり、なんか働きやすい環境かって言われたらずっとそんなことないかもしれん。今まで、そう確かにさ、そのメリットデメリットで言ったらさ、なんか自分のそのプライベートを充実させるための仕事はオンとオフが結構切り替えれるやん、仕事の時でオフの時みたいなで、お金も安定してるやん、そらお金で選んでるし、でもふーちゃんみたいなそういう自分の好きなやりたいことを仕事にしてますっていう人ってさ、どうしてもさ、なんかプライベートでも仕事がちょっと入ってきたりするやんか。入ってくるな。とかやっぱお金が伴ってこうへん、でなんか仕事は楽しくやってるけど、なんかやっぱお金の面でさ、なんか精神がちょっと不安ってなったりするやん、悲しくなっちゃう。自分はなんかこのままこんなしんどい仕事のままでいいんかなとか思ったりするやん、そんな言うほどしんどくないねんけど、なんかいつまで続くんやろこれとかって思うけどさ、ふーちゃんはふーちゃんでさ、これってお金の面でこれから今後大丈夫なんかなとかってあるやん。思うな。やからないものねだり。私はやっぱ好きじゃないことは続かへんのよな。なんか嫌になっちゃう。で難しい。どっちがいいんでしょうね。皆さんはどうですか？どっち派ですか？皆さんはどう過ごしてますか？またその辺コメントでお願いします。このラジオは答えてないから今回ぬるっと始まってぬるっと全部議題終わっていくから。いいですか？私らの中でも正解も、正解はないです。みんながどう考えてるっていう、どんな感じでみんな生きてるのっていう、ただそれだけです。はい、では次行かせていただいてよろしいでしょうか？で次は議題に、付き合ってもうすぐってあと半年ぐらいかな、で3年経つんですけど、何かけじめをつけたいっていうので、でこの話は男女のカップルとかでさ、自分らの年齢ぐらいで3年付き合ってたらさ、結婚が見えてくるやん、だから自分たちもそれになんかこうなんていうの、そうするってよく似た形ステップアップみたいなをしたいと思ってんねんけど、なんか何がいいかなーって考えてます。なんかそれこそさ、みんなさもあれなんじゃないの？パートナーシップ。パートナーシップさ結んでる人意外と少なくない？少ない。家買っても結んでない人だって言うしな。だからみんなはどういうけじめをつけるのか、別につけずに来てるのか、別にさそれが悪いことでもないやん、その方がいいよってこともないしさ、そりゃそうだ。子供を持ちたいとかって思っとるやん、だからなんか両親の顔合わせぐらいはしていいんかなとか思ったりする。確かに。でもそれはいいかもね。なんかお互いにふーちゃんの実家にも行くし、自分の実家にも来てくれとるけどさ、なんか、両親も一応会ったことあるやんか、両親と両親が、ちょっとだけぬるっとな、めっちゃさらっとなんかしっかりご飯一緒に行きましょうみたいなないやんか、やから一旦そういうのもとってもいいのかなって、ちょっとフォーマルな感じで、なんかそれってさ、母たちは嬉しいんかな？でもさ、普通にさ、なんていうの、結婚するってなってさ、顔合わせってなったら別に嬉しくなくない？確かにそうか。嬉しいとかの話じゃないんじゃん、それこそけじめか。どう？皆さんはどうですか？言われてみればそうか。
皆さんはどういう風に考えてるの、その辺を。どうですか？なんかした方がいいな、私もそうやってしたいなと思ってるよっていう人なのか、いやいやもうそんなちょっとする気ないよ別にっていう人の方が多いのか、まあ、するっていう人がいるならどういうことをしたのか、する予定なのか教えてほしいね、教えてほしい。最近言うとんの結婚指輪うん欲しいっていうの言っとるやん、ひかちゃんずっと言ってるよな、結婚指輪欲しいすごい普通に結婚指輪欲しい。左手薬指につけてでも左手薬指に指輪をつけるってなったらちゃんとなんていうの、宣言したい。なんかさ、おしゃれでつけてるんですかとかってあるやん。あるある。じゃなくて、なんかそのちゃんとそのつけるんやったら両親の顔合わせもしたいし、リアルの自分のインスタとかのアカウントとかで公表したいと思ってる。すごい。そうなんや。私はしないと思う。なんかさ、薬指に指輪つけてるやんでいいの、別に。別に。あ、そうなんや。結婚したんって言われたらしたでって多分言うけど、それ以上は多分何も言わへんし、インスタとかでも言わへんと思う。まあそれ人それぞれやからな、だからみんながどういう風に考えてるかまたちょっと教えてほしいと思ってます。こんなもんでしょうか。では皆さんコメントの方でまたよろしくお願いします。お願いします。はい。で、最後の議題なんですけども、最近めちゃくちゃ推しカップルやったさ、カップルさんがさ、お別れしてしまったじゃないですか。悲しい。その別れを決断した理由に、大好きやけど家族みたいな関係になってしまった、でも大好きだよって言われた時に私は大好きって返せなかったよ、それがちょっとどうなのかなって悩んでたみたいな一文があったやん、でそれについてさ最近2人で考えててんの、でその人たちの別れを選んだことに対しては2人で考えたさ、決断やからさ、そのことに関してはまあ何にも、そうかって感じねんけど、別れるのもすごい勇気のいることやからね。よくあるやん、なんか家族になりすぎちゃった、それでやっぱお別れしますとかあるやんか。よく聞く話。よく聞くやん、それってどう思うっていうのをさ、ふーちゃんと話した時にさ、なんか2人ともさ、それが理想の形やったやんか、まあベース好き、でやけどみたいな。好きはいる。みんなはどう思う家族みたいな関係って憧れるのか、ちょっとやっぱ寂しくなってしまうのか、みんなどうなのってみんなどうなのっていう。初めて付き合った1年目の時と今の10年目の時の気持ちって一緒なのか、ちょっと変わってるのか聞きたいと、理想の形あり方を聞きたい。皆さんのお悩みもコメントに書いていただけたら、解決策とかは全然言えへんけど、私たちはこう考えるよみたいなことはな、書かせていただきたいので、また何かありましたらよろしくお願いいたします。お願いします。おしゃべりしましょう。おしゃべりしましょう。なんかもう仕事の愚痴とかも全然聞きたい、みんなの。気になる。みんなどんなことを思って働いてんの？みんなはどういう仕事のストレスを抱えながらさ生きてるのか聞きたい、何でイライラしてるのか知りたい。なんかさ、こんなにさ会社ってさ、言うたらいい大人ばっかり集まってるやんか、やのにさ、なんでそんなこと起こりうるみたいなことってあるやん。いや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 みたいな、こうやって小学生でもそんなことならへんでみたいなってあるやんか。ひかちゃんとか特にやな。確かにな。やからちょっとみんなのそういういやいやいやみたいな話を、また聞かせてください、でみんなの悩みも気になったやつあったらまたラジオで喋ったりして、みんなと共有してとか意見交換してみんなで平和に生きていきたいと思います。平和に生きていきましょう。みんなと平和に頑張って生きていきましょう。頑張っていきましょうね、頑張っていきましょうね、みんなもね、一緒にね。はい、では今日はこの辺でおやすみなさい。はい、おやすみなさい。